ご覧いただきありがとうございます。私は今岡山駅に向かっています。今回の動画は岡山駅から松山まで特急潮風に乗車したいと思います。ご乗車ありがとうございました。まもなく岡山に到着いたします。岡山駅に到着しました。今回乗車するのは岡山駅11時35分発特急潮風9号松山駅です。岡山駅6番乗り場に折り返し潮風9号となる列車が到着しました。アンパンマンやバイキンマン、Sウルマンの車体に大きく描かれたアンパンマン列車でした。前面はもちろんですが、側面にもアンパンマンと仲間たちのキャラクターがそれはたくさんラッピングされていました。これだけ色鮮やかにキャラクターたちが描かれていると、アンパンマン好きの子供たちは大喜びでした。JR 四国の路線ではこれから乗車する予讃線をはじめ土讃線、高徳線など多くの路線でアンパンマン列車が運転されています。路線によってカラーリングも違うので乗り比べても良いかもしれません。今回乗車した潮風は8000系特急車両でした。松山寄りの先頭車は流線形のかっこいい形状でした。先頭車にはアンパンマンがひときわ大きく描かれており、子供たちの視線を釘付けにしていました。ちょうど隣のホームにはアンパンマントロッコ列車が止まっており、こちらももちろん子供たちに大人気でした。小さな子供たちはもちろん家族連れにも大人気の JR 四国アンパンマン列車でした。潮風号発車まで車内を探検したいと思います。流線形の先頭車1号車はグリーン車です。同じ1号車のすぐ後ろには普通車指定席のアンパンマンシートが設置されています。見るからに子供たちの喜びそうなこの席は指定席なので事前に予約し乗車することができます。1号車アンパンマンシートに隣接するデッキお手洗いはアンパンマン特別仕様になっており、装飾もアンパンマンのたくさんのキャラクターに包まれていました。アンパンマンのスタンプも置かれていました。飲み物の自販機もアンパンマン仕様でした。シートも可愛いですが、壁や天井にもキャラクターが描かれており、とてもカラフルなアンパンマンシートでした。お手洗いは1号車のトイレのみアンパンマン仕様となっていました。大人はなかなか入りにくいトイレでしたが、グリーン車からはこちらが最短のトイレになっています。3号車自分の席へ向かいます。こちらは2号車室内の様子です。2号車3号車は指定席車両です。薄い紺色を基調とした落ち着いた座席でした。座席の背面部分と肘掛けに木材が使用され、明るくカジュアルな雰囲気の室内でした。次は3号車へと入って行きます。先ほどの2号車と同じ指定席ですが、座席の色が薄いオレンジ色でした。席によっては冷房用のダクトが上下に通る席があり、足元まで出っ張りがありました。座席の色は違いますが、基本的に設備は同じでした。指定席車両を通り過ぎ、自由席車両も見てみましょう。先ほどの指定席車両は一度リニューアル工事されていますが、自由席はリニューアルされておらず、やや古い印象でした。こちらは5号車にある車椅子の方も使用可能なトイレです。
少しコンパクトですが、こちらもリニューアルされており、清潔で快適なトイレでした。アンパンマンのキャラクターたちが全ての車両の天井にプリントされており、賑やかで楽しい車内の雰囲気でした。座席の背面に木目のプレートが取り付けられており、高級感のある座席に演出されていました。簡易的なフットレストも設置されていました。少し厚手のしっかりとした背面テーブルが設置されていました。カーテンは横にスライドするタイプで、草花をイメージした柄が入っていました。車内の壁にはアンパンマンのイラストが掲出されており、天井のプリントと合わせてとても可愛く賑やかでした。乗っているだけでなんだか楽しくなってくる電車でした。ちょうど高松からの快速マリンライナーが到着し、降車したたくさんの人で混雑したホームを横目に、特急潮風9号は時刻通りに岡山駅を出発しました。松山駅到着は14時13分。2時間38分の旅が始まりました。アンパンマン列車の名前にふさわしく、車内放送にもおなじみのメロディーとアンパンマンの声の車内放送が流れていました。子供たちも大喜びでしょう。その後放送された車内放送は走行音でほぼ聞こえませんでした。特急潮風9号は岡山駅を出発し、途中小島、宇多津、丸亀、多度津、観音寺、川之江、伊予三島、新居浜、伊予西条、乳川、今治、終点の松山に停まります。岡山駅を出発し、茶屋町までは宇野線を走ります。岡山から茶屋町までは宇野線の列車や瀬戸大橋線に直通する快速マリンライナーや普通列車、そして四国方面への特急がかなり頻繁に走りますが、一部の区間を除いてほとんどの駅間が単線でした。瀬能駅を通過しました。潮風号乗車の前に岡山駅の売店で駅弁を購入しました。岡山駅の駅弁といえばこれ、名物駅弁桃太郎の祭り寿司です。祭り寿司は後ほどいただくことにします。茶屋町駅を通過しました。ここから本市美山線を走行します。茶屋町駅から先はこれまでの単線とは違い、ほぼ高架の高規格複線区間を走行します。今までも結構かっ飛ばして走ってきましたが、ここからは線形も良いので存分に高速で走行します。宇野線、宇野方面への線路が分岐していきました。ほぼ直線で瀬戸大橋に向かって走行して行きます。この区間は普通列車のみ停車する小さな駅を高速で次々通過して行きます。小島駅に到着しました。この駅は JR 西日本と JR 四国との境界駅です。
ここまで乗務されてきた JR 西日本の乗務員さんが JR 四国の乗務員さんに交代されていました。ちょうど反対側のホームには岡山行きの普通電車が止まっていました。岡山地区を中心に活躍する電車うららです。同じホーム向かい側には岡山駅で見たアンパンマントロッコ列車が止まっていました。トロッコ列車もこの電車と同じくこれから瀬戸大橋を渡ります。小島駅を出発しました。これから瀬戸大橋を渡り四国へと入っていきます。小島駅を出発しトンネルを抜けると瀬戸大橋を渡ります。岡山駅を出発してから23分、車窓にはまさに絶景が広がります。瀬戸大橋は岡山県倉敷市と香川県坂出市を結ぶ6つの橋の総称で橋梁と高架部分を合わせると 13.1 キロあるそうで、鉄道、道路、併用橋としては世界最長の長さを誇ります。5つの島をつなぐ6つの橋を特急しおかぜはどんどん進んで行きます。現在通過しているのは瀬戸内海に浮かぶ島の一つ与島です。高速道路で瀬戸大橋を渡る場合は与島で本線から離れパーキングエリアで休憩することができます。瀬戸大橋の半分ぐらいを過ぎた海の上を走行しています。今日はあいにくの曇り空でしたが、天気がいい日や夕方などにはさらに素晴らしい絶景を見ることができると思いました。瀬戸大橋を渡り終え、高速道路が左へ分かれていきました。電車は岡山県から香川県へと入りました。堺で高松方面から北線路と合流しました。宇多津駅に到着します。宇多津駅に到着しました。この駅では5分ほど停車します。この駅で高松から来た石鎚9号と連結します。ホームに降りて連結の様子を見てみましょう。正面の貫通扉を開けて万全の状態で石鎚号の到着を待ちます。ちょうど反対側のホームには高知から来た特急南風10号が岡山に向けて出発して行きました。高松から来た石
。乗ってきた潮風と同じ8000系ですが、3両編成でした。石鎚9号はアンパンマン列車の日もありますが、この日は通常のカラーリングでした。ホームではたくさんのギャラリーの方たちに見守られながら、石鎚9号到着の後、手際良い連結作業が行われ、あっという間に連結は完了していました。ここまで自由席2両、グリーン車を含む指定席3両で運転されてきた潮風9号は、宇多津駅で石鎚9号を連結し、自由席4両、グリーン車を含む指定席4両の合計8両編成になり、松山に向かいます。ご乗車ありがとうございます。次は丸亀に停まります。宇多津線丸亀。土山線特急高知行き4番乗り場12時47分に発車をいたします。普通列車琴平行きは3番乗り場13時17分に発車をいたします。お忘れ物ございませんお待ちください。多度津に着きます。お入り口左側です。多度津に到着します。土山線善通寺、琴平、淡池田、高知方面への接続駅です。多度津駅を出発しました。ここまでは伏線でしたが、ここから先は終点の松山駅まで単線となっていました。予讃線海岸寺駅を過ぎたあたりでは、車窓右手に瀬戸内海の絶景が見えてきます。先ほど瀬戸大橋からも瀬戸内海を見ましたが、海の近い海岸線から見る瀬戸内海も水面ギリギリを走り抜けている感じがして、とても迫力がありました。岡山、高松から松山へ向かう際、予讃線で車窓から海が見えるのは右側になります。ダイナミックな瀬戸内海の景色を楽しみたい場合は、右側の座席をおすすめします。ここで待ちに待ったお昼ご飯にしたいと思います。その名も岡山名物桃太郎の祭り寿司です。桃の形を模した可愛い容器に入っており、岡山の海と山の食材を同時に味わうことができます。岡山に来た際には毎回いただく私の岡山での定番中の定番のお弁当でした。この辺りでは車窓から少し海が離れてはまた海に近づくを繰り返す変化に富んだ車窓を楽しむことができます。潮風石鎚に使用されている8000系はカーブを高速で走り抜けるための車両設備振り子式を装備しています。振り子式はカーブを通過時に車体を傾けて高速で通過するための設備で、山間部や
海岸線などカーブの多い JR 四国の路線を少しでも速く快適に走行するために装備されています。振り子式の説明をして素晴らしいと思いましたが、実際乗ってみると驚くほど揺れます。特に車両の台車に近い出入り口に近い席では大きく揺れながら車体を傾けて高速でカーブを通過していきます。アンパンマンの可愛いラッピングや車内のメルヘンチックな雰囲気とは違ったいかつい走りを見せてくれる8000系振り子式特急列車でした。車内はめちゃくちゃ揺れますが、慣れてくれば激しい揺れも心地よくなってきました。車窓から見える景色も変化に富んで飽きることもなく楽しむことができました。伊予西条駅に到着しました。昔から運転場の拠点駅として栄えた伊予西条駅には隣接して四国鉄道文化館があります。館内には貴重な資料などのほか、ジオラマや模型、実物の車両などが展示されています。下に設置されていて、ダクトが客室を通っており、かなり足元に張り出した構造となっていました。最後の停車駅、今治に停車しました。今治はサイクリングロードしまなみ海道の起点であり、日本一の生産量を誇る今治タオルが有名です。そして駅の東側には珍しい海水を堀に引き込んだ今治城があります。次は終点松山に停まります。8000系は1992年にデビューし、登場から30年以上経っています。今回乗車した車両は一度リニューアル工事された車両ですが、2023年から2度目のリニューアル工事が順次行われています。1回目のリニューアルでは自由席車両はそのままでしたが、今回は自由席、指定席すべての車両において大規模にリニューアルされています。全車両のリニューアル工事が完了する2027年からは潮風号は全席指定席となる予定です。菊間駅から先、伊予北条までの区間では海岸ギリギリの急なカーブの連続する区間で短いトンネルをいくつも通過し、少し高い位置からの瀬戸内海の美しい景色を眺めることができます。
右側のドアが開きます。岡山駅を出発し、2時間38分、終点の松山駅に到着します。瀬戸大橋から見る絶景や、宇多津駅での石鎚号との連結、そして予算線内から見る迫力ある瀬戸内海の景色など、時間はあっという間に過ぎてゆきました。海岸線を車体を傾けながらカーブに突っ込んでゆくアンパンマン列車の外観とはかけ離れたパワフルな走りも魅力でした。瀬戸大橋線、予算線を駆け抜ける特急潮風号乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。松山駅は2024年9月に駅周辺の高架化工事が完成し、高架駅になりました。真新しく綺麗になった高架の松山駅に特急潮風9号は到着しました。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。到着した潮風9号、石鎚9号は10分の折り返し時間で車内整備を行った後、再び潮風22号